こんにちは。今回はいちごのコースターを編んでいきます。ぷっくりしたいちごと花びら模様の縁編みでかわいいコースターになりました。よかったら編んでみてください。糸はお好きな糸で編んでください。今回はセリアさんで購入していたこちらのコットン糸で編んでいきます。きらめきコットンといちごのところはニューエンジェルコットンで編んでいきます。きらめきコットンの方はカラーナンバー6番で内容はこちらです。ニューエンジェルコットンの方はカラーナンバー2011番と2013番です。今回は4号で編んでいきます。では白い糸で長編みの円を1、2、3、4と4段編んでいきます。では輪の作り目から作っていきます。人差し指に軽く2回糸を巻きつけます。3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて糸を持ってきて引き抜いて軽く引き締めます。ここから長編みを15目編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。これは長編み1つ分とカウントします。なので、この3目目のところにマーカーを入れて、1周編んだら、このマーカーのところに引き抜きます。これが長編み1つ分なので、あと輪の中に長編みを14目編んでいきます。針に糸をかけて、糸を持ってきて、2本ずつ引き抜いて、これが2つ目ですね。3、4、5、15。これで長編みが15目編めました。そしたらこの中心の輪を絞っていきます。この中心の輪のこの2本のうち、糸端と同じところから出ている方の糸は、こちらの内側の糸ですね。この糸を右方向に引っ張っていきます。この糸を右の方に引っ張って、ある程度絞れたら、今度は糸端をぎゅっと引き締めます。こんな感じですね。針を戻したら、ここのマーカーのところですね。鎖3目の3目目。ここに針を入れて、引き抜いて、引き締めます。では2段目ですね。2段目は長編み15目すべてに増し目をします。1つの目に2目ずつ編んで30目にしていきます。まず鎖3目で立ち上がります。これは長編み1つ分とカウントします。なので、3目目のところにマーカーをつけておきます。針に糸をかけたら、さっき引き抜いた下の段の鎖3目目のところですね。ここに針を入れて、長編みを1つ編みます。これで一番初めのところに長編みが1、2、2つということですね。そしたら針に糸をかけて、次の長編みの頭に針を入れて
ここに長編みを2つ編んでいきます。1、同じところに、2、3つ目の長編みの頭を拾って、長編みを1、2、こんな感じで2目ずつ編んでいきます。では1周編んできました。そしたら毎段一緒なんですけども、ここのマーカーのところに針を入れて、引き抜いて引き締めておきます。では3段目ですね。3段目は増し目、長編みを1つ。これを15回編んで1周を45目にしていきます。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。3つ目のところにマーカーをつけて1周編んだらここに引き抜きます。針に糸をかけてさっきと同じですね。ここの下の段の鎖3目の3目目。さっき引き抜いたところに針を入れて長編み。これで増し目ですね。そしたら針に糸をかけて次の長編みの頭を拾って、ここは長編みを1つ。この編み方を15回繰り返し編んでいきます。針に糸をかけたら、次の長編みのところには増し目ですね。長編みを2つ編んでいきます。1、2、次の長編みの頭を拾って、ここは1つ。次の長編みの頭を拾って、ここは増し目ですね。1、同じところにもう1つ編んでいきます。次は1つ。こんな感じで1周ぐるっと編んでいきます。では4段目ですね。4段目は増し目、長編みを2つ。これを15回編んで1周を60目にしていきます。まず鎖3目で立ち上がって、3目目のところにマーカーをつけておきます。そしたら一緒ですね。さっき引き抜いた鎖3目目のところに針を入れて、長編み。まず増し目からですね。そしたら2つ目の長編みの頭に針を入れて、1つ。また次、1、2、3。3つ目の長編みの頭に針を入れて、ここも1つ。次の長編みの頭。ここは増し目ですね。同じところに2つ長編みを編んでいきます。次と次は1つずつですね。こんな感じで1周編んでいきます。では1周編んできました。そしたらここのマーカーのところに針を入れて、引き抜いて引き締めます。では次はピンクの糸で編んでいくので、ここにマーカーをつけて、こちらは休ませておきます。では次の5段目はこんな感じにいちごのピンクのところを編んでいきます。
では、1、2、3。3つ目のところに糸をつけて編んでいきます。この下の段の鎖3目の最後に引き抜いたところが1つ目ですね。1、2、3。3つ目の長編みの頭を拾って、次はピンクの糸ですね。ピンクの糸を引き抜いて、ここから編んでいきます。ではこの目に長編み5目のパプコン編みを編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。これは長編み1つ分にカウントします。なので同じところにあと長編みを4目編んでいきます。同じところに長編み。これで長編みが1、2、2つ分ですね。3、4、5。5目編めたらほどけないように少し引き伸ばして、で、一番初めの立ち上がりの鎖3目ですね。ここの下から1、2、3。3つ目に針を入れて、このループを引き抜きます。そして少し引き締めます。これで1つ目のイチゴですね。そしたら鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。そしたら、今ここにイチゴが入っているので、次から数えて、1、2、3。3つ飛ばした4つ目に、また同じように編んでいきます。針に糸をかけて、4つ目に針を入れて、長編みを5目編んでいきます。1、2、3、4、5。少し引き伸ばして、一番初めの長編みの頭に針を入れて、ループを引き抜いて、少し引き締めます。そして鎖を4目。1、2、3、4。また一緒ですね。いちごの次から数えて、1、2、3。3つ飛ばした4つ目に同じように編んでいきます。1、2、3、4、5。少し引き伸ばして、一番初めの長編みの頭に針を入れて、このループを引き抜きます。そして少し引き締めて、鎖を1、2、3、4。こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。では、ぐるっと編んで、いちごを14個編んできました。次が15個目で、1、2、3、3つ飛ばした次のところ、ここですね。ここは、ここが1、2、3、鎖3目の立ち上がり。このマーカーのついてるところですね。なので、その右が一番最後の目。最後の目から1個目、2個目。2個目のところに15個目を編んでいきます。同じように長編みを5目編んでいきます。1、5。少し引き伸ばして、
一番初めのところに針を入れて、引き抜いて、鎖を1、2、3、4。そしたらこちらの白い糸ですね。これを編み地の手前の方に持ってきて、そしてここの一番初めのいちごの最初の立ち上がりの3目のところですね。下から数えて、1、2、3。3つ目に針を入れて、引き抜きます。念のため鎖を1つ編んで引き締めて、で、こちらの糸はカットして引き出しておきます。では次6段目は、いちごの間とヘタの部分を編んでいきます。白と緑を交互に編んでいくので、編まないもう一本の糸を編みくるみながら一周編んでいきます。で、いちごといちごの間は前の段で3目飛ばしているので、長編みが3目になってますね。ここの3目には長編み1つ、増し目、長編み1つという感じで編んでいきます。そしてヘタのところは緑に変えて、長編みと長編みの間、ここに針を入れて、細編みの4目一度を編んでいきます。で、最初の編み始めのところは編み方が違っていて、真ん中のところは鎖3目の立ち上がり、ここのマーカーがついているところですね。ここは増し目のところなんですけども、まずここに鎖3目を編んで長編み1つ分。で、次のところにも長編みを1つ。で、ぐるっと1周編んで戻ってきたら、一番初めのところに長編みを1つ。で、次ですね。次は真ん中の増し目のところに残りのもう1つを編んで、ここも4目にしていきます。では、針を戻して編んでいきます。まず、鎖3目で立ち上がります。1、2、3。3目目のところにマーカーをつけておきます。これは長編み1つ分ですね。そしたら、次の長編みの頭に針を入れて、こちらのピンクの鎖のところも編みくるみながら長編みを編んでいきます。ここは次のヘタの手前のところなので、糸を変えるので、2本引き抜いて、ここまで編んでおきます。そしたら次は、こちらのヘタの緑の糸ですね。では、この状態で、最初の作り目を作って、このループを引き抜きます。この時に白い糸がたるんでいたら少し引っ張っておきます。そしたら次はヘタのところですね。長編み5目の間に針を入れて、細編みの4目一度を編んでいきます。まず立ち上がりの鎖3目と次の長編みの間の隙間に針を入れて糸を持ってきます。次の長編みと長編みの間に針を入れて糸を持ってきます。また次のところですね。少しカーブしてて針が入れにくいときは、ここの鍵の部分ですね。ここをこのようにして針を持っていきます。そして糸を持ってきます。最後のところもちょっとここの先では難しいので、こちらの鍵の方を使って隙間に鍵を当てて、そして奥の方に差し込んで糸を持ってきます。4回持ってきたら、今度は白い方の糸で次編んでいくので、こちらの白い方ですね。
こちらの糸を手にかけて、そして引き抜きます。こんな感じですね。そしたら針に糸をかけて、次のこの3目ですね。ここに長編み、増し目、長編みと編んでいきます。まず一番初めのところの頭に針を入れて、で、もう一方のヘタの緑の糸ですね。こちらを針の上に置いて編みくるみながら編んでいきます。ここまで持ってきたら、指でポンと前の方に押してあげて、いちごの形にしてあげます。そしてここで長編み。次はここの3目の真ん中のところですね。ここに針を入れて、編みくるみながら、ここは増し目ですね。1、2、次は3つ目のところですね。頭に針を入れて、編みくるみながら糸を持ってきて、2本引き抜きます。また次ヘタのところなので、今度はこちらの緑の方ですね。指にかけて、そして緑で引き抜きます。白い方は少し引いておきます。そしたらさっきと同じように4目一度を編んでいきます。ここの1個目と2個目の間に針を入れて、で、白い糸を針の上に乗せて編みくるみながら編んでいきます。1回、2回、3回目は鍵を使って、こんな感じですね。3、次も鍵を使って、白い糸を編みくるみながら、4、そして引き抜くときは白い方ですね。白い方で引き抜きます。今度はこちらの緑の方を少し引っ張っておきます。次はここの3目のところに編んでいきます。かけて、ここですね。いちごの次のところ。ここに針を入れて、緑を編みくるみながら、ここまで編んだら、左手の中指でいちごをぐっと押してあげて、そして長編み。次の目は増し目ですね。1、2、次のところは途中までですね。編みくるみながら、2本引き抜いたら、今度はこちらの方ですね。ヘタの緑の方に持ち替えて、引き抜いて糸を変えます。そしてまたヘタを編んでいきます。白い糸を編みくるみながら、1、2、鍵を使って、3、鍵を使って、4。で、引き抜くときは白い方ですね。白い糸で引き抜きます。で、ここが緩むので、引っ張っておきます。こんな感じで、いちごのところが浮き出てきましたね。これで一周ぐるっと編んでいきます。では一周編んできました。ここの初めのところに戻ってきました。あと長編みを1、2、2目編んでいきます。針に糸をかけて、一番初めのところに針を入れて、ここまで編んだら、いちごをポンと押してあげて、そして長編み。で、最後のところですね。最後は、こ
この立ち上がりのところの下から1、2、3、ここに編むと目が交差してしまうので、今回はこの段の立ち上がりの1、2、3の1つ目の鎖の足元のここですね。引き抜いた時にできるここですね。1つ目の鎖の引き抜きのここのスペースに針を入れて、最後の長編みを編んでいきます。ここに長編み。そしたらここのマーカーのところですね。3つ目の鎖に針を入れて、引き抜いて引き締めます。こんな感じですね。ではこちらはカットしておきます。では次、最終段の7段目で、こんな感じに花びらのように編んでいきます。で、花びら模様を編み入れるところは、このいちごのすぐ左の長編みの頭、ここに編み入れていきます。ここですね。ここに編んでいきます。では最終段ですね。針に糸をかけて、一番初めのいちごのすぐ左の長編みの頭ですね。ここに針を入れて、長編みを6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6目編んだら、ここの長編みの左から1、2、2つ目の長編みの頭に針を入れて、引き抜き編みで留めておきます。こんな感じですね。そしたらまた同じように、次のいちごの一番、ここの右端ですね。いちごのすぐ隣の長編みの頭に針を入れて、また同じように6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6目編めたら、左から1、2、2つ目の長編みの頭に針を入れて引き抜きます。また次のいちごのすぐ左の長編みですね。ここに針を入れて、また同じように編んでいきます。この繰り返しで一周ぐるっと編んでいきます。では一周編んできました。最後6目編んだら、ここの下の段の立ち上がりの鎖編み、下から1、2、3、3つ目に針を入れて引き抜きます。そして糸処理分残してカットして引き抜きます。では糸始末をして完成しました。こちらはセリアさんのきらめきコットンの3色で編みました。カラーナンバーは6番、7番、4番です。よかったら編んでみてください。今回もご視聴ありがとうございました。